皆さんこんにちは。今私はですねクラウンスポーツの鉱石に乗っております。今カローラクロス、我が家のカローラクロスが点検中ということで試乗させていただいているんですけども、先ほどトヨタディーラーに行くまでの間もカローラクロスの鉱石に乗って移動しておりましたんで、その鉱石のね比較がちょっと体に入ってるうちなんでしやすいかなと思って今乗っているところもあります。このですねクラウンスポーツ、まず乗ってみて感じることなんですけれども、こう座って込んでみて思ったのはやっぱこの足元がすごく広いなっていうところがあります。先ほどもですねもちろんドライバー同じものを主人が乗ってましたんで、170センチの男性のシートポジションに合わせてます。で助手席もだいたいそれぐらい下げていて、カローラクロスも先ほどこんな感じで乗っていたんですけども、その時のねこの足元全面に広がるこのスペースの広さはやっぱりクラウンスポーツ大きいなというふうに思っています。非常に余裕があって快適度が高いですね。ここの部分のですね乗り込みの際の開口部のここの足を運ぶ部分も先ほど乗っていたカローラクロスよりも広いですし、こう足を下ろした時のここのねなんか自由さっていうのもすごくあります。カローラクロスの場合もう少しねシートがこっちの方にこう迫ってきている、角度なのかちょっと大きさなのか分かんないですけども、ちょっとね足を入れた時にこの辺りがもうほぼほぼスペースが少ないっていう形だったんですけど、この点すごく広いなというふうに思ってます。ですので足をねこう前に投げ出した時にも、この辺りが当たることもなく前の方までこう伸ばせるのでとても広い感じがしています。あともう一つはやっぱ着座した時のシートの高さですね。この違いがあるなというふうに思っています。クラウンスポーツですね乗り込んでみると分かると思うんですけども、床面が結構ね上がってるような感じですね。電気自動車みたいに下にバッテリーがあるみたいな感じでちょっとね床が上の方に上がってきているので、おのずとこのシートと床の間のこの長さっていうのが短くなるので、そうするとその自分のこの足を下ろした時のね角度として床につけた時にこういう感じでちょっと足はね垂直に下ろすとちょっとこの膝裏浮くんですけども、ただ先ほど言った通り前に十分伸ばせるだけあるので、膝裏もも裏を完全にシートに落ち着かせることができるんですよね。ですので乗ってて体が変にこうね例えばこうなって揺れちゃうってことなくって、ここもちゃんと着地されるので、ここでもしっかりと体を支えるので、その点でもね鉱石で揺れることはないです。これ実は同じく SUV の ZR-V は座面が下がってるんだと思うんですけども、同じような形でそうするとねこういうふうにちょっと浮き上がっちゃうんですよね。ここまでちょっと足をね前に投げ出すことがちょっと難しい感じなのか、もっとシートが下なのか分かんないですけども、ちょっとここがこういう感じでぐらついちゃうんですけども、クラウンスポーツはちゃんとね伸ばして着地できるので、この点すごくいいなと思います。先ほどのカローラクロスとの違いで言いますと、カローラクロスはもっとね床面が多分下なんだと思うんですけども、そうするとここの床と座席の間が長いので、足を下ろした時に結構体型にもよると思うんですけども、私165センチ女性ですけども、座ると普通に足を前に投げ出すとちょっとこの座面がぐっと上がっているので、太もも裏をぐっと上げるようなぐらいのこの圧迫感じゃないですけども、結構ね圧を感じます。それだけやっぱ座面がね高いってことだと思うんですけども、そのあたりの違いがあるかなというふうに思ってます。やっぱ余裕感はねクラウンスポーツの方があるなというふうに思っています。であと乗っていてやっぱり鉱石ですと乗り心地っていうのがあると思うんですけども、先ほどもねカローラクロスでこういった一般道を低速でダラダラと走っていたんですけども、鉱石でいう乗り心地っていうとやっぱ突き上げの強さとかそういうところだと思うんですけども、突き上げの強さに関してはやっぱりカローラクロスの方が優しかったですね。おそらくなんですけども、例えばそのクラウンってこの名前ついてますよね。で先代のクラウンあるじゃないですか、クラウンアスリートとかで、今タクシーでコタクとかでやってると思うんですけども、この前先日ね久々にコタクがクラウンアスリートだったんで、クラウン久々に乗ったなと思ってね鉱石をちょっと堪能してたんですけども、やっぱり時代のクラウンってとても鉱石優しいですよね。乗り心地が柔らかくって突き上げ感もほとんど感じさせない、こうふわふわしたような感じの乗り心地、昔のトヨタ車ってそうだと思うんですけども、そういう乗り心地なんですよね。でこのクラウンスポーツ、クラウンって名前がついてるんですけども、そのクラウンをイメージしてるのとだいぶ違うところはあって、やっぱりスポーツってついてるからかもしれませんけども、やっぱりこのゴツゴツっていうね路面の凹凸を乗り越えた時のこの突き上げ感っていうのはすごく強く感じるかと思います。先代のクラウンとかと比べたら全然強く感じると思います。ただ我が家ホンダ車も好きに乗っているところもありまして、例えばホンダの ZR-V とかだとこの突き上げ感がやっぱりあるんですけども、もっとねちょっと鋭さがあるんですよね。ですので同じ突き上げの強さ
を感じる、ZR-V もクラウンスポーツも、最近の車なんで足回りちょっと固めということで突き上げ感をちょっと同乗者感じるんですけども、その時の刺さり具合っていうんですかね、鋭さ刺さり具合っていうのはこのクラウンスポーツの方がマイルドなんですよ。 ZR-V の方が結構ね刺さる感じがあります。ですので先代のクラウンとか昔のトヨタ車から比べるとこれ硬いじゃんっていうのは多分久々にトヨタ車試乗した方はね硬いじゃないかみたいな感じになると思うんですけど、最近の他の車例えばライバルともなるであろう ZR-V とか、そういう例えば輸入車とかと比べるとこれは突き上げ確かにあるかもしれないけど非常に丸めてくれてるなっていうところをね後席でも感じます。ただ先ほどカローラクロス乗ってきたという話をしたと思うんですけども、カローラクロスはね昔のトヨタ車に近いです。ですので多分クラウンアスリートとか昔のトヨタ車乗られてる方が、カローラクロス乗るとこれぐらいならいいかなっていう許容範囲に入ると思います。それぐらいね柔らかいんですよ。やっぱりガタガタくるんですけどその時の柔らかさっていうのがカローラクロスの方が強くって、このクラウンスポーツの方がちょっとねガタンガタン今も言いましたよね、こんな感じでちょっとね音からも伝わってくる音からも耳からもちょっとねなんか硬い車に乗ってるのかなっていうような感じを受けやすいです。ですので、その点でもやっぱカローラクロスってものすごい、柔らかい優しいんだなってところを今後席に乗って思っています。ただこれはクラウンスポーツね硬くって多分前に乗ってた車が何なのかっていうところがすごく肝になると思うんですけども、前に乗ってた車が本当に優しい方であればちょっとね気になると思いますが、またホンダ車乗ってたとかスポーツの車乗ってたとか、もしくは最近他の車に、乗ってて、本当に最近の車ってちょっと硬いって分かってるって方であればですね全くこれすごい許容範囲というかむしろ優しい方だと思いますんで、同乗者が嫌にならない乗り心地をしているかなというふうに思っています。先ほどですねそのカーブが連続するところだったんであまり速度出さないようにってことで下にボコ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 っていうのはね路面があると思うんですけど、ああいう路面を走ってたんですけど、その時のねこの突き上げ感とかっていうところなんですけども、やっぱり後ろ乗っていて段差をこう降りた時にやっぱり足がしっかりしているので降りたよボヨンボヨンって感じは全くなくってストン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 と押していくのでその意味で硬さは感じるんですけど、乗り上げた後のストンストンストンがすっきり終わるのでその点はすごく気持ちがいいなというふうに思いました。その後にこのブヨン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 してるとそれが揺れにもつながってボコボコした段差が続くとこだともう一生揺れてるみたいなね突き上げが終わって着地もして揺れてまた突き上げてみたいな感じでもうこんなんなっちゃうところもあると思うんですけど、そういうぐにゃん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 全くなくって本当後ろに乗ってたんで後ろってそういうの感じやすいと思うんですけど、ストン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 って終わったんでその気持ちよさあると思います。ただこれって人の好き好きもあるかと思ってまして、例えば輸入車のドイツ車とかが好きでストンと終わるのが好きなんだとすっきり感こそが好き、あちらの方が酔わないみたいな人もいると思うんですけど、その方であれば合うと思うんですが、もしかしたらこれまで乗ってた車とか車の乗り心地の好みによってですねもう少しこうフワンフワンしてくれた方がこういうサスペンションのこの動きをねこう感じた方が自分は乗り心地がいいと感じるし突き上げも少ないから酔わないんだって人もいると思います。その方にとってはやっぱりこの車っていうのはちょっと硬く感じるのかなというふうに思いますんで、この車買おうとする場合には多分同乗する方にちょっとやっぱ乗ってもらって好みかどうかですね。私自身はこのスッキリ感っていうのはすごくいい方のスッキリ感だと思うんですけど、好みかどうかっていうのは一緒に確認した方がいいんじゃないかなというふうに思っています。前を向いた時のねこのシートの圧迫感ってところなんですけども、カローラクロスね結構圧迫感あるんですよね。でそれに比べるとこのクラウンスポーツって圧迫感が少ないなというふうに思っています。でなんでかなと思うんですけど、多分ヘッドレストは同じぐらいの高さあるんですよ。私トヨタ車ってヘッドレストちょっと大きすぎると思ってまして、ここら辺の高さでも多分頭って支えられるので、ここ上切っちゃった方が前が見えるかなって、ホンダ車って切ってるんですけどここは切ってもらえた方がいいかなって思ったりするんですが、何が違うのかとさっきカラークラス乗ってたんで分かるんですけど、ここのモリモリ感ですよね。肩幅のここの部分ちょっとなんですけど、このモリモリがないだけでだいぶ前が見えるなと思います。乗ってた時にこの視界がねちょうど前席のショルダーラインのところにかかるようにそこで収まるようになってるんで、すごくここら辺の視界がいいんですよね。ですのでこの辺りのちょっとモリッとしたのがねないだけでもだいぶカローラクロスよりもなんか圧迫感が少なくっていいなというふうに思います。
クラウンスポーツよくね、後席よく言われること、狭いってところがあると思います。先ほど言いました通り、足元はね、私個人的にはカローラクロスよりも全然広いんです。足元、この辺りに関しては狭いとは私は全く思わないんですけど、多分言ってるのってこの上ですよね。頭上の部分のこの迫り度合いが多分特に男性とか女性の高い方であるとちょっと圧迫感あるなみたいな感じがあると思います。ですのでよく言われるのはクラウンシリーズ4つ発売されると言われていますけれども、ちょっとこういった SUV とか SUV テイストのものが欲しいんであればクラウンエステートを待った方がいいっていうふうにねよく言われると思います。そのゆえんはやっぱりこの上の部分の頭上の狭さってところもあるのかなとか思います。クラウンエステートね、私実写は見たことないんですけど YouTube とかで上がってるねモータージャーナリストさんたちが撮ってくださった動画を見ると後席のね頭上部分もすごく広くって男性が乗られてもこれ広いねっていうような余裕あるなっていうような印象を受けましたので、やっぱその部分がちょっとスポーツだと気になるのかなと思います。特に今このちょうど自分の頭がここに座ってるんでこの上にあるんですけど、ちょうどここの部分ですよね、ここの部分ちょっと暗くて分かんないですけどここが下がってるんですよ。でここはえぐられて上がってます。でその荷室の方が上がってて自分の頭上だけはちょうど下がってるので、ちょうどここに頭があるとやっぱりちょっとねきついかなと。多分これはこのパノラマルーフのねこのモーターとかこのシェードの部分の厚さだと思うんですけど、こう下げちゃってるんでやっぱここの下がりの部分にちょうど頭がいるってことで圧迫感を感じるのかなと思います。165センチでこれぐらいありますけど、もっとね近づいていっちゃうとやっぱ狭いかなと思うと思いますし、例えばこう乗って前を向いてる時にここのへりってねちょっと目にかかる時あると思うんですけども、これに関してもちょっと近づいてるかなと。私165センチですけどもそれでも近づいてるかなとは感じます。ただ先日ベゼル乗ってました。でベゼルはねやっぱりね天井低いって言われるんですけど、後席のベゼルに関してもねここちょっと迫ってるかなというふうにね私でも感じたんですけど、それに比べてもやっぱりここの、窓の切り方かもしれませんけども、ここがやっぱり結構ね下の方まで来てるかなっていう印象は確かにあるかなというふうに思います。であと静粛性なんですけども静かな車だなというふうに思っています。ですのでこう乗っていて私今喋ってますけどもやっぱ声が反響してる感じもありますし、上ガラスですので多分ね普通の天井がある車からしたらちょっと声が漏れやすかったりとか外の音が入りやすいと思うんですけども、それを勘案したとしてもすごく声が響く感じはあるのでとても静かな感じは受けます。先ほどちょっとカーブが続くところを走っておりました。その時のね揺さぶりの度合いっていうのがあると思います。多分この車を買われる方、運転手視点でいくとやっぱりスポーツという車ですので、やっぱり峠を走るのが楽しめたらいいなとか、ちょっとハンドリングちょっと楽しく切っちゃおうかなみたいな感じの方もいらっしゃると思います。多分それを楽しむのもこの車の一つの醍醐味だと思うので、ちょっとねハンドル切るシーンがあるようなところで楽しくねハンドル切っちゃうと思うんですけども、その時同乗者はどう感じているのかっていうところなんですが、先ほどちょっとねカーブが連続するようなところを走っていたんですけども、その時のね揺さぶり感っていうのはやっぱ少なかったなというふうに思っています。先ほども言いました通り、そもそもシートがですねちゃんとこのように安定して自分の体をいろんな面で支えることができる。ここが浮き上がってないところもあるので、シートに体を預けて、車が動くのと同じようにちゃんと体もね動いてくれる、変な動きをしないってところがあるので安定感があるのかなというふうに思います。ということで今回はですねこちらクラウンスポーツの後席に乗ってですね感じていることをお伝えいたしました。今回の動画が参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひ高評価ボタンだけでも押していただけますと嬉しいです。今後もこのチャンネルではトヨタ車の情報をお届けしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。